刻は16時30分になりました。後半はエイジアンのコーナーです。後半も引き続きよろしくお使いください。はい、またご意見ご感想質問などはメールで受け付けております。メールアドレスは fm@761.jp、 ファックスは 0829310760 です。メールファックスどんどんお待ちしております。はい、それではここからはですね、栗林さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いや本当に楽しい歌をね次々とハグマさんも、もうどんどんね出てどんどん作って出てきますね。忙しい。はい。ありがとう。今日のゲスト改めてねご紹介をしたいと思うんですが、協同組合未来の劉清燕さんです。改めてどうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。協同組合未来の劉と申します。中国の四川省成都市の出身です。この度はカラフルタウン廿日市にお招きいただき誠にありがとうございます。はい、私は20年前に、広島大学に留学するために来日しました。現在は協同組合未来で外国人の方々を支援する仕事に携わっております。自分の留学経験を生かしながら日本で頑張っている外国人の皆さんの力になれることを嬉しく思っております。この仕事は長く続けていますが、毎日やりがいを感じております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そんな方がねいらっしゃったのよ。私もハグマさんから紹介していただいて、でもここの協同組合未来さんというのは、地御前の水産業協同組合のタオさん組合長さんね、方が理事長をなさっているということですよね。うちの理事長です。本当にね素晴らしい地元でのね協同組合、もう20年の歴史ということを聞きましたけども、そうですね。ところが私が、必ずしもその仕事の内容をですね十分把握してないので、ちょっとご説明をお願いしたいなと思っています。どういうお仕事をどこはなさってるんでしょうか。はい、協同組合未来は主に技能実習生や特定技能外国人の受け入れをサポートしています。受け入れ企業と外国人の間に立ち、手続きや生活支援、日本語学習のサポートなどを行い、安心して働き生活できる環境づくりを支えています。はい。なかなかね技能実習生あるいは特定技能と言いましてもね、普通のよくわからない人も多いと思いますね。そうですね。それはどういう流れでその人たちを養成してですね、現場へ貼り付けてですね、やっていかれるのか、ちょっと流れが教えていただければ。はい、わかりました。外国人人材の受け入れについては大きく2パターンありますね。一つ目は海外から受け入れる場合ですね。企業のニーズをヒアリングして、それで現地で募集をして面接先行していますね。採用後はビザの申請や入国準備を進めてまいります。入国後は生活ルールや日本語を学ぶ入国語講習を立て、企業で働き始めます。働き始めてからはね、生活仕事のサポートは続きます。で、2つ目のパターンはここにないんですけれども、日本国内にいる人材を受け入れる場合です。技能実習修了者や他分野の特定技能者など、すでに日本にいる人材をご紹介します。生活に慣れているため受け入れが比較的スムーズです。こちらも生活仕事のフォローをしっかり行っています。はい。いろんな国の方がいらっしゃると思うんですがね、変わってきて国のね増えたりしている。そうですね。最初は中国の人とかね、ベトナムの人多かったんでしょうけど、どんどんどうですか今は。うちはそうですね、最初やっぱり中国人が一番多かったんですね。その後はベトナム人の方で、最近はインドネシア人の方はですね、結構人気が増えました。はい。このインドネシアとなるとね、いろいろさっきの話もあったけど、そうですね、文化が違うハラルとかね、いろいろこの辺またどのように対応しておられるのかなと思ってですね。そうですね。現場へ貼り付けるのに。そうですね。やっぱり国は
いろいろありますので、うち協同組合未来はね、創立して以来は20年経っておりまして、おかげさまで無事故無違法版を貯めております。でうちの強みの一つとしては、外国人スタッフが通訳だけではなくて、担当者として在籍していることですね。私自身も留学や就職の経験があって、外国人の不安や悩みに共感できます。母国語での相談も可能で、入国後の生活支援や日本語学習のサポートも丁寧に行っています。企業様とも密に連携して安心して働ける環境づくりを心がけています。もうまたちょっと技能実習生という制度がですね、何かどっかで終止符を打ってですね、特定技能とか他に移るというようなことを聞きますが、どんなような流れになりそうなんですか？そうですね、もし3年間技能実習を順調に終了したらですね、その後特定技能に移行することができます。で同じ、職種であればよりスムーズに移行はできるんですけれども、もし、職種が異なっている場合は、例えば水産業の実習生が3年間終えてまたは5年間終えて、食品工場で働きたいと思う場合は、食品の特定技能の試験に合格すれば、順調にですね受け入れる企業がいれば簡単というかスムーズに移行することもできますね。難しいんじゃないんですか、業種変えるためにその試験はどんなですかね？確かに業種が変えるとなんか難しいイメージがあるんですけれども、本人はその業種に仕事したい業種の試験にもし合格すればできます。それで受からなければ今同じ職種でねそうですね。そうですね。もし今の現在の職種で、働き続けたい場合は、そのまま特定技能として、その今受け入れている企業さんが OK であればですね、双方に OK であれば特定技能も5年とね延長していけば、なんか定住の方につながるということも聞いてますね。特定技能は1号と2号ありまして、1号の場合は5年間働き続けることができます。で5年間終わってからですね、その職種で今の働いている企業さんが2号続けて働いてほしいのであれば、双方ですね OK であれば2号に移行することはできます。で2号に移行する場合はやっぱりその、在留資格はですね変更できて家族連れてくることもできるようになりますね。魅力的ですね。それがもう、大きいと思いますね。そうですね。あと栗林さんの言われてましたのは、育成就労だと思うんですけど、結構ね今新聞とかテレビでもね、育成就労って言われてますけれど、そうですね。育成就労新しい制度になりますね。数年後にね、あれになると移動の一定の条件が整えれば移動ね、そうですね。なので逆に言われてるのが都市に流出するんじゃないかとかね、地方では言われてるんですけど、逆にいい町っていうことで選ばれる町っていうのを作っていけばですね、廿日市にもね、逆に人が増えていくっていうね、結構ねやっぱりね私のところの相談センターにも廿日市に移住したいんだけどってね、他県からですね、問い合わせがあったりとか、転入するんですかっていう、なんでわざわざ都市から廿日市にって言ったら、やっぱり廿日市の水産会社で働いてたけど、あそこの会社がすごく良かったから、また廿日市で働きたいとか、一度ベトナムに帰るけどまた廿日市に戻ってきたいっていうね、そういう話聞いたりとかですね、だから本当廿日市っていい街だなっていう、で協同組合未来さんのようなね、頼れるね、協同組合があればね、本当に紹介できますし、だからみんなね一緒にオールフォーワンでね、いろんな団体が一緒になって外国の、ね、人をねウェルカムで働きやすいね、選ばれる街づくり、選ばれる廿日市づくりっていうのがね、必要かなと、思っております。そうですね。ここでちょっとあれしましょうかね。
変えてみましょうかね。はい、はい、ではです。はい、それではですね、次のコーナーにですね、行きたいと思います。行きましょう。How to 日本暮らしということで、はい、栗林さんお願いします。これちょっとね気分転換していただきましょうね。そして先ほどの話にもっぺん戻りたいと思ってます。特にもう劉さんのねふるさとの話なんかねぜひ聞きたい話があります。その前に市の広報ですね、いつものように役立つ情報だけ提供させていただいておるんですけど、毎月1回無料で、各家庭に個々に送られてきます。その中でですね、いつものことですけども、廿日市市の広報15ページにはですね、市営住宅の入居者の募集がまた載っております。で10月ごめんなさい、今月の15日だったかな、までが、15日かな、8月ごめんなさい8月4日までが申し込み期間ですね。でいつも募集してる、つまり空いてるずっと空いてるような市営住宅もあるようなんです。電話でね様子聞いてみてください。電話番号も書いてあります。それからもう一つですね、その候補の一番後ろの方に21ページですけど、暮らしの相談というコーナーがあります。これはねぜひ気をつけてください。弁護士、行政書士、消費生活相談員、あるいは市民相談員、その他ですね、そういう専門家の無料相談がありますんで、また困りごとの相談もあります。そういうのをね、ぜひ一度話を聞いてもらえるといいと思います。ではそれでお知らせは終わりましてですね、エージャンの行事というのはエージャン SNS ということで検索してもらえればSNS でねいろいろ発信しているのが見ていただけると思います。さあそこで私の一番聞きたい話に戻りますけど今日のゲストのですね、劉清燕さん、四川省の生徒の出身ということをね聞きましてね、僕はもうさっとフラッシュバック22年3年ほど前に戻ったんですよ。県立大学広島県のね、先生方と一緒に私は事務局次長してましたから、その四川大学を訪れてですね、あそこと交流してるんです。四川と広島県は姉妹都市がね、やってますよね。だからもう貴重な関係なんですね。本当にね行ってね、そのスケール、その重さいうかね、しっかりとしたねもう重みというかね感じてしまいましたね。すごいなあと、さすがの、もう大学だけじゃなくその周辺にね卒業生が作った会社とかね、研究所とかね、もう町全体が四川大学いうかはあと思ったんです。そこの大学卒業された劉さんで広大の方に来られて、そしてこのお仕事に就いておられる、ざっと今思っておられることをね話していただきたいんです。ただ日本人はね生徒とかね四川省いても遠いからね分からないと、人口が8000万人を超えておるその一つの省でですね、面積も日本の 1.3 倍ぐらい一つの省で、そのスケール違いますよ。そして古代からの都がね、あった町ですね。どうでしょうか、広島に来られて、ふるさとを思ってどうでしょうか。とても嬉しいですね。四川省に行かれたことがあるんですね。しかも23年前からその頃には日本から行かれたなんで、きっと印象深いご旅行だったと思います。おっしゃる通りに四川省は広くて、人も多く、特に制度は歴史もあって、のんびりとした雰囲気のある町です。最近は発展がすごくて高層ビルや地下鉄もどんどん増えていますが、それでも茶館文化や麻婆豆腐のような伝統の味が残っていて、ふるさとに帰るとなんだかほっとしますね。日本での生活は確かにコンパクトですが、その分交通の便利さや生活の整った感じがとてもありがたいと感じます。ただ時々は広い空の下でのんびりしたくなることもありますので、そういう時はやっぱりふるさとが恋しくなります。わかります。はい。広島でじゃん。最後になりましたけども、今この曲も、聴きながらですねちょっと振り返ってみた。私は四川省の生徒の話をさっきさせてもらいましたけども、廿日市とですね生徒を縁を結んだ人がいるんですね。これが廿日市の生まれでですね、確か明治23年ぐらいの佐伯義郎さんということでね、知る人ぞ知る、廿日市の
元町長さんですね、戦後本当に復興のために貢献された方ですが、この方はもともと学者なんですよ。でアメリカや、ね、ヨーロッパにも学んでおられますけども、四川省に行ってですね、ネストリウス派いうかな、キリスト教、この景教と中国語ではね表現されてますが、それがずっと東の方へペルシャを通ってね中国へ渡って、そして日本にもそういうふうな歴史をね紐解いた、調べられた世界的に有名な学者なんですね。日本人も広島の人も知らないようなこともあるんですけども、本当に素晴らしい足跡残されてます。生徒に石碑がありました。そういうのもね私拝見しました。それをねやっぱり広島県と四川省が縁組を持っているということのね一つの大きなね礎だと思いましてね、大切にしたいと思います。私は京都の生まれなんですけども、本当に千年の都ということでね、本当に暑い寒いもうとんでもない暮らしにくいところですけど厳しいところですけども、もうその違いがねあるのがね商売人ですよ。商売私してたからね、厳しさ、そしてプライド、これはねこの商品なんかね店から出してくるかってバーッとね、もう従業員が1日作ったやつをねバーッと捨てる店主がおりましたね。こんなことして商売になるのかと思ってました。こういうね何とも言えないプライドがあるんです。生徒もあるんじゃないかな、私はねそれを感じたんですね。そういうのはね都というのはねどうですかなんとなく違うところがあるんじゃないですか。ちょっと自己満足で言ってみましたが生徒も歴史があってね、都という感じも、郷土ほどではないんですけれども、でも歴史があって三国志が好きな方が日本人の方ですね、結構生徒にいらっしゃったことがあるんですそうですかね。ね。多いんですね、三国志ファンがですね、また行きたいと思う理由なんですよ、私はね。そうですね、ところがね、もう一つ突拍子もないこと言いますけど、新しい都が今あります。そこに私たちは今います。それが広島です。この広島はね、人類初のね被爆という体験を経てね、人類滅亡することも可能性のある、そこに新しい足がかりを作る心の都ですよね。こういうところに私たちは今一緒に生活しているということをねつくづく感じておりますよ。やっぱり広島っていうのが今、本当に海外からこのね、世界で各地でミサイルが、降り注いで戦争が起きている時代において、やはり核の兵器の脅威が増してくるに、対してやっぱり世界中から広島っていうのがね、注目されて、やっぱり若い人たちが広島に来て、8月6日近づいてきましたけれど、世界中から人がね今注目されているっていう、今原爆資料館に来る人のね半分以上外国人だそうです。そんなことになったんですね。すごい行列ができてるらしいですね、資料館ね。やっぱりね、言わないとダメです。その広島の人がね文化の面でもねいろんなものを私はね広島の文化をあることをね学びました。広島に学ぶこと多いですよ。心の都、これからね、出来上がる、作る、その礎になりたいな、一人一人がねそんな思いでおります。最後にはそのゲストのこの度の、感想をですねちょっと伺ってみたいんですが。この度は本当にお招きいただきありがとうございます。こうやって皆さんと交流できてとても光栄に思います。これからもねこれから受け入れを考えている企業の皆様にもねもし、完璧に準備しなければと思いすぎず、まず一歩を踏み出してチャレンジしてみてください。外国人の受け入れもこちらを応援しますので、ぜひもし何か不明点がありましたらうちにご相談していただけたらと思います。本日はありがとうございました。頼りのある人がいました。あれですね、言われたみたいにまずは一歩で、私も今の職場は相談員、フィリピンの人がいてベトナムルーツにしてる、中国ルーツにしてる人がいるんですけど、いろんな国籍の人とも交流するんですけど、やっぱり一緒に働いてみないとわからないですよね。やっぱり外国人と一緒に、日本人は外国のルーツの人と働くのは言葉どうしよう、まずね英語喋らなきゃいけないのか、中国語喋らなきゃいけないのかってね、そこの不安から始まって、またあとさっき話がありましたけどイスラム教の人、じゃあどうやって接すればいいのってね、接したことがあんまりないから、過剰にちょっと怖がってしまったり、
特に言葉ねそうです。はい。いやじゃなくてもう普通の日本語でゆっくり話せばわかりますし、そのねちゃんと聞いて、あなたの宗教では食べれないものありますかとかね、そういうねなんかお祈りは何回必要ですかとか、そういうのちゃんと聞くことがね、で一緒に働いてみたらね何でもないっていうことになりますね。はい。まだ時間がはい大丈夫ですのでもう少し。そうですね。外国人の方のどうですかね。皆さんは受け入れる最初はなんかやっぱり初めてで不安が多いのが当然なので、専門の協同組合や支援機関にぜひ相談してください。私たちもね経験豊富なスタッフがサポートしますので、また受け入れた後はコミュニケーションを大切にして困ったことは早めに相談することが重要です。一歩ずつ進めば必ずいい結果につながりますので、どうか気負わずチャレンジしてください。はい、そうですよね。本当にまずはやってみるということで、例えばですね、まだ時間ありますので、もう少しねお聞きしたいんですけれど、例えば非廿日市で活躍しているミャンマーの人とかですね、結構介護とかそこら辺の業界で活躍評判ですって聞いたことは、なんとかねああいう人たちのね職場も、そしてアルバイトしたいというねニーズもいっぱいあるんですよ。仕送りなんかね国からは一切ない人がいっぱいおりますんでね、なんとか学校で日本語を学び、そして専門的なね学習もして資格を得て、介護の現場障害者の支援そんなことまでやってますからね、サポートしてやってほしいですね。何か未来も考えてほしいですね。そういうな。そうですね。うちも介護の特定技能生はですね、インドネシア人の方がいるんですけど、結構評判が良くてね、現場でやっぱりそのお客様からの声もなんかすごいアイドル的な存在で、毎日ねすごい賑やかな笑顔でね素敵で、挨拶もバッチリで、職場の雰囲気も変わったという声ですね。聞きましてね。最近ミャンマーもね結構人気がある。そうですよ。ですね。言葉がね全くね文字が全然違うから、みんな頑張ってますね。はい、ありがとうございます。それではですねそろそろお別れの時間です。ぜひ感想をもらえればと思います。この放送をアーカイブ動画にして YouTube チャンネル広島でエイジアンからお聞きいただけます。エイジアンのホームページからもリンクできます。次回も来月第2火曜日の午後4時に放送いたします。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りいたします。お相手は廿日市国際交流協会外国人相談センターハグマと一般社団法人エイジャンの栗林克之と協同組合未来の劉星園です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またですね。はい、ぜひいらしてください。はい、よろしくお願いします。せいちゃん。夕暮れの廿日市、風が止まる。猫が伸びしてまた夢の中。港の方からうっすらとラジオの音が
したねって